ブッダの実践心理学の一環で、無数の心が共同して宇宙を、物質を生むという点に関しての質問です。現在の宇宙は涅槃以外展開に至るまでトン人知がベースになっていると思いますが、これは展開に至るまで圧倒的多数の心はトン人知を望んでいるということなのでしょうか。多数の心が涅槃を目指すのであれば、当然誰でも涅槃が達成できる世界が形成されるはずだと思いますが、現状そうでないということは、涅槃の境地を理想としている人は超少数派ということでしょうか。一番最初の生命の成り立ちにおいて圧倒的多数の心がそもそも苦であるトン人知の世界を選んだこと自体がブッダの教えを学べば学ぶほど信じられないのですが、ちょっとややこしいです。なんかそういうふうになんかちょっと思考のが進んでる道が良くないね。で我々はそういうところには詳しくはいかないんです、説明は。なぜならば一証拠を出すことは一切不可能でしょ。だからそういうものはハイライトして説法はしません。ただ論理的にちらっとこういうこともあるんだけどようわからんということにしておくんです。でそれだけなんです。だからまず仏教で物質先か心先かとかね、そういう質問は答えがない質問で、質問自体が間違ってるんだから仏教的には答えませんね。で一応心は基本的に頓人というか無明ですね。一言葉では無明、いわゆるありのままに知ることはしないというね、論理的な大したことはないんです。ありのままには知らない、知りたくない。だから心には希望があって希望に合わせて見ているんです、認識しているんですね。物質の希望がないんです。だからそこら辺のこの関係ですねをしようとしているのはね、それもそんなに派手に言わないんで、なぜならば宇宙について考えたっても下脱に達しませんしね。今現在今ここで、苦しんで生きてる私にとってはそういうのは関係ないんですね。今自分が怒りで苦しんでるならば宇宙はどうやって始まったのかと答えてくれたからって言って今の現在の怒りには関係ないんですね。だから今の現在の自分の心の状況だけ観察する方法をお釈迦様は提案していますね。宇宙のことからくりを題材にして瞑想を教えたことは一度もないんです。どちらかでそんなことはやめなさい、それは邪教でやってるんだよと。だからそういう人々は巨大な幻覚を脳で頭の中で心の中で作るんですね。だから頑張って何年も頑張ってすごい強烈な幻覚を脳の中で心の中で作るんですよ。だから神様やらもう芝神やらね、いろんな、化け物たちを頭の中で作っちゃうんで、とにかく論理的には心の方が強いんですね。心が物質をいじったり支配したりはするんです。だから心一個一個の心の力は知れたものですからね。例えば
学校の教師がね、20人ぐらい子供たちをしっかり管理する。それで何か用事があって、その先生にからもう2つ今日はお願いしますからこの子供たちの面倒を見てください。そうすると、100人飛んじゃうんですね。子供たちの数が。どうしますかね、先生は。管理できなくなるんですね。自分の30人ぐらいのクラスだったら OK。名前も覚えてるし、何か変なことやったら、これは何やってるのかと怒ることもできるしね。当然これが3倍に年数が上がったら管理できるんです。そのように心にも、我々は自分のアパート程度で、自分の身の回りの程度の物質を変化してはいるんですね。変化させてはいるんですけど、大体のことはないんで。だからそれは総合的に見るとね、例えば日本人が日本の国でこういうことをしましたよと言いますよ。だからで一人の日本人にはできませんね。例えば、ここら辺東京に近いところ言えば、鎌倉大仏は日本人が作りましたよ。当然です。だったらあんた日本人でしょ、作っちゃえと。できるないできそうに。たとえその人にはそういう技術あったとしたっても、できないんです。すごい金もかかりますからね。あれは何でできてますかね、鎌倉大仏はあれ。銅ですね。だから形を作って銅を溶かしてもう流し込まなくちゃあかんだから。だから一人の日本人にできる力が決まっているもので、しかし今も大勢の日本人がしっかりした企画を立てて始まったら資金も入るし、場所も決められるし、技術者さんも来るし、それで現代バージョンの鎌倉大仏を作れますよ。だからそういうことで今も我々は物質を支配しているんです。だからどんな程度かっていうことはどれぐらい心が一緒になるのかっていうことなんですね。だからたくさん心が一緒になると、それぐらい物質もたくさん管理できるようになりますね。一人に突然1000万欲しくなったと、必要になったと、どうしようもないんです。そこで1000人ぐらい集まっていて、やっぱり1000万は必要になっちゃったんだけど、いいよ、別にみんな1万出して、もう1分で終わり。はい、1000万と。そんなもんな。だから、たくさん心が集まると物質もたくさん集まるんですね。それで管理できる物質の量もそれぐらい大きくなる。例えば、地球のすべての人間が揃っても太陽に影響を与えることはできませんね。当たり前です。地球を丸ごとの大きさを見るも太陽は何百万ものすごい大きいでしょうに。だから惑星全部まとめたっても太陽にはかなわない。だから太陽には何の変化もさせることはできない。しかし地球の住んでいる人類が自分の生き方によって地球環境を変えていくんですね。例えば一人人間に空気
の汚染層を壊してくださいと頼んだらできる？いくら頑張ってもできません。でも人類みんな一生懸命頑張って巨大なオゾンホールを作っちゃったんですね。だからそれによって宇宙の放射が何の遠慮もなく地球に降ったりする。で地球環境が壊れていく。はい、それで論理的に科学的に理解してください。だからそれはもう何の証拠もない推測妄想だけで宇宙まで拡大したってもそれほど役に立たないんですね。一応基本的に生命の心は貪嗔痴なんですね。生命の次元では例えば梵天もいますよ。梵天はものすごい強い心を持っています。だから人間はもう100億人にもできないことは梵天の神一人にできます。それぐらい心が強いんです。パワフルなんです。しかし一個の心なんです。なんで強くなったのかで、そういう方々は貪嗔痴を抑えて寝かしておるんです。だから起動しないんですね。だから梵天にいるんです。貪嗔痴は働かない睡眠状態であると、我々にとっては人間の社会でも生きづらくはなるんです。だからそういう人々は大体隠れるんです。社会から隠れて一人で生活する。自分のところに来た人々には何か喋ったり説法したりするんだけど、社会とはあまりコミュニケーションは取らないということになるんです。できなくなるんですね。そんなものであんまり宇宙のことについて言っても意味がないと思いますね。それで貪嗔痴をなくそうということは基本的には生命に思えないんですね。苦しみをなくそうと思っているんです。この苦しみは救ったのは貪嗔痴だよと。それは思わないんですね。例えば自分の奥さんが隣の家の男性とニコニコと笑いながら喋っている。二人は結構楽しく喋っているんで、これ見ていると自分の奥さんだから自分がじわじわと腹が立ってくる。それでいて相手の男性に攻撃する。意味がないんだけど。で、これ自分の心から起きた怒り、嫉妬が原因やと、苦しみの。それさえなければ女が誰と喋ったっても別にどうったことないでしょうに。人は人と喋るんだから。で、そう思わないで苦しんだのは自分の心の貪嗔痴のせいで、その人は隣の男が断然悪い。うちの奥さんをナンパしをしている。こういう人はもうこれはただなんとかしなくちゃかんやとかね。で攻撃に行くんで、大体生命の、同じパターンで全ての生命は。で問題は心にあるっていうふうには思わないんですね。
物質が悪いと思うんです。だから物質に当たっちゃうんですね。それでも膨大な心ですから、膨大な数の心ですからね、宇宙よりも数が大きいんだからね、心の。その中で、心に問題あるって思う人々もいる。世の中と当たっても関係ないと思う人がたまにいる。そういう人々は瞑想したり、心清らかなするようなことを喋ったりもする。その中でサマーディ瞑想などを見つけた人々は、心本当に一時的なんですけど、清らかにして死後梵天にも生まれる。だから稀の稀でその中で誰かが全部煩悩をなくしてしまう場合もありますね。そういう人々は独覚ブッダというんですね。これは人間、我々仏教の世界で作ったラベルですけど、そういう方々はそういう時代で別な単語を使ってるでしょうね。独覚ブッダは貪嗔痴をなくしちゃったんですね。貪嗔痴をなくしちゃうと言葉まで死んでしまうんだからね。言葉概念すべて貪嗔痴が作ったもんだからね。だからこんにちは程度挨拶程度は喋れますけど、それ以上は喋れませんね。かろうじて悪いことをするなよとぐらいは言えますけど、でもパッチェーカブッダから見れば悪いことをするなよと言ったっても意味がないんですね。だって心は貪嗔痴だからするなよと言ったっても意味がないでしょうねと。じゃあだから悪いことで悪い結果であると知ってますよ、バッチェーカブッダは。で無駄なことを言っては意味がないと言って喋れないんです。だから人に指導することはだからちょっとしないっていうことになるんです。たまたまもう立派な悟りを表現した言葉があったようで、それはこういう伝説として一つ二つぐらい芸はパーリ聖典にも残っているんですけどね、そんなたくさんないんですね。だからこの涅槃に達する人々っていうのは少ないんです。これは別にそんな法則です。だから人は涅槃に入ったから言って宇宙には痛くも痒くも何ともないんですよ。例えば海に我々はなんかちょっと糸一つ入れてちょっとなんて言いますか、この塩水で湿らせる。え湿らせる。したちょっと海の水のほんのわずか糸にすくでしょ。あれで海が減る？知らないよそんなことは。だからそれぐらい無数の生命あるんだから、そんな一滴ぐらいなくなったからといってね、あまりも関係なくなっちゃうんですね。そういうことですよ。
これなんでかね、圧倒的に多数の心がそもそも苦である豚人地の世界を選んだこと自体がブッダの教えを学べば学ぶほど信じられないのですかと。何考えいるんでしょうがね、誰もなんか理性で選んだわけじゃないんです。そういうふうに流れるんです、世の中は、世界は、生命は。誰かが偉そうに、私は豚人地を選びますとか、そんなことはないんです。豚人地があることすらわからんだからね。姿勢に流れるんです。カラスは飛ぶような感じで、カラスは、それから私は、飛んでみます。みんなびっくりするだろうと。誰もびっくりしませんよ。カラスもそう思わないんです。だって翼がついてるんだから別に。歩こうと思わないんです。あちらに行かなくちゃ、じゃあ、コト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 コ。足も短いしね。歩きません。そこでシャッと飛んでるんです。だからそれは自然的な流れですよ。あんまり何聞いたいかってこともはっきりしないしね。